お、できた。どこにしとこうかな。ここでいいかな。はい。よろしくお願いします。高評価お願いします。まず、高評価お願いします。はい。大丈夫かな？良好でしょうか？ちょっと今のうちに忘れ物したんで。はい。よろしくお願いします。ちょっと画面が暗いな。ワクワクしてる。はい、皆さん高評価押しましたか？3人しか押してないぞ。3人しか押されてないぞ、まだ。71人もいるのに高評価が6ですよ。ほら。とりあえず、7になった。よし。押して。早く。早く押して。したありがとうございます。17になった。ありがとうございます。お手間を取らせました。イエーイ。今日はね、1時半ぐらいまでするかも。わかんない。進み具合で決めます。21になった。すごい見えるんですね。これね、ここでね。ありがとうございます。はい、おかえり。音声良好ですね。ありがとうございます。肌のもう良好ですよ、今日は。はい。はい。暇人もいますね。はい。よろしくお願いします。いつもの人ばっかやん。いつものボイシーの人ばっかやん。ありがとうございます。いいんですよ。はい。じゃあ、もう早速話していきたいと思うんですが、今日は、防災の話、今防災ホットですからね。ホットな話題ですから、ちょっと防災の話をしていきたいと思うんですが、じゃあ、暇人は違うよ。この HGA だよ。城ヶ崎だよ。暇人って。この、城ヶ崎、ハセタのことめっちゃいじってるからね。はい、覚えといて。お便りで。いじってるのこの人だから。はい、覚えといて。はい。ということで、今日は防災の話をしていくんですが、まず言いたいことがあって、防災グッズはね、ちょっといっぱいここにちょっと準備してます。ほら、ここにね、あるんで、これまた後で紹介していくんですが、その前に、ちょっとね、私は世の中に言いたいことがある。世の中に言いたいことがある。みんなマジでとりあえず防災リュック準備すればいいと思ってるやろっていうところですよ。とりあえずリュック買えばいいやろって思ってる人が多すぎる。とりあえず避難といえばリュックやろみたいな。避難といえばリュックやろ、備蓄といえばカップラーメンやろ、備蓄といえば備蓄といえば缶詰やろみたいな人が多すぎるので、ちょっと、私もそんな詳しくないんですけど、ね、プロでも何でもないので、ただ防災がちょっと好きなおばさんなので、はい、ちょっと言わせてください。まず、とりあえずリュックをとりあえずリュックを買えばいいは大間違いで、リュックが必要な人は避難が必要な人。で、避難が必要な人は誰？家が壊れる人でしょ？っていうね、そういうことですよ。だから、まず、とりあえず、地震が来るかも、やばいってこの間みたいにさ、1月1日に大きな地震があったりとかさ、311が来たらさ、すごい一時的にこう危機感がグイーンって高まるわけですよ。グイーンって高まって、普段全然気にしないけど、やっぱ備えとかなきゃってグイーンって上がって、とりあえずバーンって買っちゃうわけ、みんな。大間違いですよ。だからもう、とりあえずリュック買えばいいやじゃないんですよ。リュック買えばいいんじゃないですよ、とりあえず。だから、とりあえずやることがまずその前にあって、リュックを買う前にやることがあって、まずは自分家にどんな危険が、どんなハザードがあるかを調べるということです。ハザードとは、まずね、言ってきます。私も最近知ったので、ハザードとは、間違えた。ハザードとは、はい。
危険、危害要因とかね、なんて言ったらいいのかな。どんな危険があるかってことですよ。ハザード、あれだわ。ハザードなんだっけ？あれだね。車の運転でも使うね、今気づいたけど。そう、ハザードマップっていうのがあるでしょ。だから、自分家にどんな危険があるか、ハザードがあるかっていうことを、まず確認してください。で、だから避難しない人がリュック買っても何の意味もないんですよ。意味もないこともないんだけど、いや、その前にっていうね。で、それでまずやってほしいことがこちらでございます。ダダン。重ねるハザードマップというものがありまして、これ今、この放送、ライブの概要欄の一番上にリンクを貼ってます。まずこれをやってください。まずこれをやってください。で、これは何かというと、あの、自分家の自分家にどんな危険があるかっていうのが、マップで見れるのね。重ねるハザードマップで検索するか、リンクを踏んでください。で、自分家、ちょっと私前住んでた家にじゃあ行きましょう。宮崎のね。前住んでた家、もう宮崎市の北の方です。はい。ちょっとぼやかしときましょう。ちょっとね。ちょっとぼやかしといて、この辺にしとく。で、こうね、大体こうね、この辺かなっていうのを、やったら、左上に情報っていうのが出てくるんですね。この情報っていうところを押したら、ここにさ、書いてあるでしょ、いっぱい。洪水、土砂災害、高潮、津波。この右下はちょっと私よくわかんないんで、洪水、土砂災害、高潮、津波、あるでしょ、ここに。これを押しますと。はい。すると、ほら、色がつきますよ、マップに。そしてここにさ、何メートルがなんぼっていうのがあるでしょ。これ宮崎ですけど、宮崎市って大きい川があるんで、洪水ですね。洪水って言ったら、この宮崎のこの大淀川が氾濫する可能性がね、毎年結構の水位いくんですよ。ここはもし氾濫したらってことだと思うんですけど、この色ね、この色でしょ。だからこの色だったら何これオレンジだから0.5から3メートル。そう、結構大きい川なんで氾濫するとこのくらい浸かるよって。しかも0.5から3メートルっていうのが色で分かれます。これ川から離れると色がどんどん薄くなるんで、とかまた別の川がね、あったりとかするでしょ。そう。洪水が起こると最大こんくらいですよみたいなのがもう可視化できるんですよ。で、しかもこれ重ねるハザードマップなんで、さらにここに、ね、今洪水しか出してないけど、津波っていうのがあるんで、津波を重ねますよと。そしたら重なりました。はい。津波、はい、こっちが太平洋ですから、ね、日向灘、南海トラフがこっちにね、来ると言われておりますから、津波を押しますとですね、一気に、いくよ。津波オフね、今。津波オフこれ。いくよ。ちょっとこれ邪魔だな。津波オフでしょ。津波オンにすると、はい、海沿いに色がつきます。このように。はい。で、例えばですけど、ちょっと待って。はい、この宮崎港あたりはもう5メートルから10メートルとね、こんな感じになってますが。これ高知県とかだともっと行くんじゃない？多分。でしょ？これをまずやりましょう。で、洪水、津波、土砂災害、高潮ってあるんで、高潮ってあんま聞かないですよね、被害ね。だから高潮はちょっともう、私よくわかんないですけど、どうなんでしょうね。海沿いの人は気にしといた方がいいんかな。でも浅い、これよりも、津波の方が多分想定が高いんで、この3つつけとけばいいんじゃないかなと私は思うんだけど、この土砂災害、洪水、内水って書いてるな、津波ってこの3つつけて、でしたらもう何らかの被害があるところに色がつくんですよ。ね、こんな風に。で、まずこれ引っ越し検討してる時にも私見るんだけど、引っ越す時にどの辺だったら水来ないかなっていうのを必ず確認して家決めるんですよ。でも私が住んでたのは、えー私が住んでたのはこの辺ですわ。この北のあたりの白いところに住んでます。もちろん。白いとこ選んで住みました。なんで、まず引っ越す時にこれで選ばないといけないよねっていうのもあるんだけど、もう今住んじゃってる家があるんで、今住んでる家にどんな危険がどのくらいあるかっていうのをまずこれで知ってください。洪水が来るのか、津波が来るのか、土砂災害が起こるのか。で、あと家のタイプもありますよね。マンションなのか、一軒家なのか、2階建てなのか、10階建てなのか、全然違いますよね。で、例えば、土砂災害リスクがあります。一軒家に住んでますとかだったら、もう大雨とか多少の地震でも避難した方がいいよね。
からそういう人はリュック買うで正解なんですよ。ただ、周りに山もない、川もない、海もない、津波のリスク全くないで、てか、水害のリスクが全くないこういう白いところで、山もない、土砂崩れの心配も水害の心配もほとんどない地区っていうところで、例えば、大きいマンションに住んでます。しかもまあまあ新しいので、崩れることもまあそうないだろうなみたいなことになったら、もう避難しないんですよ、それは。それはもう避難しないわけ。なんで安全なのに家から出ていかなきゃいけないのって話になるじゃないですか。だから、避難しない体で自宅避難という形で備えをしなきゃいけないんですよ。そこをだからまずこれを使って知ってほしいっていうのがマジで言いたいことです。とりあえずリュック買えばいいんじゃないですよ。ね。わかった。わかった。で、なので、だから、これ分からない人いますかね？この場合はどうなるの？みたいな。で、うちは水害のリスクがあるんだけど、フロアが高いので、もう避難しない体です。どうでしょうね、これ分かんない人いるのかな？そうそう。マンションは火災が怖いですね。火災もあるんだけどね、ちょっと今日は火災は、スルーします。そうそう、もうリュック買わなくていいんですよ。だから、一軒家に住んでるよとか、木造の一軒家に住んでるよとか、土砂災害にリスクがあるよとか、津波が来たら、海が近いよ、川が近いよっていう方で、水害リスクがあるとか、土砂災害リスクがある、家が倒壊するリスクがあるっていう人は避難ですか。だから、そういう避難する方々はリュックを買ってください。で、自宅にも、備えなきゃいけないかもしれないですしね。で、避難する必要がないなっていう人は、もう買わなくていいかもしれない、下手したら。ね。下手したらよ。いらないとは言ってない。下手したらいらないかもしれない。っていうね。最低限で行くんだったらいらないかもしれないじゃん。だから、そんな感じ。まず、自宅にどんな、ハザードがあるのかを確認する。で、じゃあ、これが起こった時はこう、これが起こった時はこう、これが起こった時はこうっていうのをまず頭の中に入れておきます。うちの場合は、水害が起こっても避難しません。避難するのは火事の時と、戦争の時ぐらいです。はい。だと思ってます。ですね。うん。台風とかね、あとね、台風とかもあるんで、だからもう全ての災害でこう避難するのかしないのかっていうのを考えてもらって、で、どこにどのくらい備えておくのかっていうのも人それぞれ違うので、別に全員が全員備えろってわけじゃないじゃん。別にすぐ死にたいっていう人もいるだろうしさ。別に全員備えろって言ってるわけじゃないですよ。だから備えるのであれば、そういう何に備えるのかっていうところをまず考えてほしいよっていうのが一つ目です。わかりましたか？よろしいですか？よろしいですか？ね。質問あったらまた送ってくださいね。で、それで、その後に、じゃあ、何をどのくらい備えるかっていうので、私はリュックの避難のことは考えてないので、ちょっとリュックの避難のことあんまり詳しくないんですけど、自宅避難みたいな、在宅避難みたいな感じの、想定をするのに、これがめちゃくちゃ便利です。東京備蓄ナビ、これも教えてもらいました。防災士の友達に。これもリンク貼ってるんで、概要欄にあるんで、よかったら今やってみてください。ね。で、これはね、食料とか水とかの計算ができるんですよ。今すぐ備蓄を始めるってあります。東京備蓄ナビって検索して押しますと、こうやって入力する欄が出てきます。一緒に住んでる人は何人いるのか、子供なのか大人なのか、高齢者なのか、ペットはいるのか、あとはなんだったっけ、一軒家か賃貸かみたいなところが出てきます。ね。んで、これを入力していきますね、ちょっとね。で、3人で住んでいる、1人目、私、女性、成人、2人目、決定ボタンを押して、男性、子供、決定。で、3人目、女性、子供、決定。ですると、ね、こんな感じでね、入力していきますよ。で、次へ押すと、次は住まい聞かせてください。戸建てですか？マンションですか？マンションですね。マンションじゃないけど、はい、アパートかな。犬や猫など飼っている動物がいるかいないか。はい、いいえが出てきます。うちはいいえなので、次に行きますと、はい、こんな感じでリストが出てきます。必要な備蓄の目安7日分。これ良くないですか？はい。で、私はいつもここをね、一番見てほしいんですよ。水55リットル。このさ、水の量もさ、なんとなく備えたりしてませんか？私もそうだったんですけど、前ね。もう何日どのくらいあればいいんだろうって、でもさ、1日2リットルとか言うじゃん。
ね、それをなんかもうバーって、子供だったらとか大人だったらもうブワって計算してくれるんで、もうこれに頼っちゃいましょう、もうこれに。もう、ね。で、あとね、一番水なんですけど、次にもうずっとこう食品がブワーって続いてて、で、これをこのまんま準備しろってわけではなくて、まあ、参考に。で、だから、例えば、ま、これは食べないからこっちで置き換えようとか、まあ、ね、そういうのをちょっとアレンジしながら、ま、米とかもあるし、飲み物、お菓子とかさ、書いてるんで、ま、これを参考に、食品のところは結構もう自分たちのあれで変わってくると思うんですが、これを参考に7日分です。7日分ストックしてください。3日分はもう最低限です。3日じゃ来ませんよ、物資は。で、こないだもさ、あったじゃん。地震の時にさ、もうずっと食料が足りませんって言ってるじゃないですか。だし、もうあれ見てもらったらそうじゃん。来ないじゃん、食料なんて。来ないじゃないですか。で、よくテレビで見かける、避難所の体育館の中でさ、こうおじいちゃんおばあちゃんが毛布くるまってって、なんかその炊き出しじゃなくてなんだっけ、ご飯振る舞われてみたいな、で、こう配られてみたいなところとかもありますけど、もう実際はあれ一部の人で、もうさ、避難できない人だっているわけじゃん。体育館の中にいれば、まあ、回ってくるかもしんないけど、避難できない人もいるし、体育館に入りきらない人もいたりするんですって。で、自宅避難する人もいるし、で、あれってほんとに1割だって。だから、食料がそのまんべんなく回ってくると思うなって言ってました。友達が。言ってたよ。だから、食料なんて、自衛隊がくれるやんみたいな感じで備えない人いるんですって。3日分あればいいやろみたいな。もう全然そんなことないって。今だって足りないって言われてるし。だから、最低でも7日分、最低っていうか、7日分あれば、いいんじゃないみたいな感じで、その子も言ってましたけどね。で、これも7日分の一応目安の量が出てくるんで、もうせめて水だけでも、できない人は。55リットルですけど、これだけでも、最低これだけでもやってください。で、死ぬんで、ほんとに。あとは、あれよ、これも友達の受け売りですけど、ね、ヘリコプターに乗って、こう自衛隊が助けに来てくれるじゃないですか。あれもめちゃめちゃ、その一部らしいんですよ。ほんとにもう、全救助された人の中の数パーセントだった気がする、ほんとに。自衛隊に助けてもらいましたみたいな人って数パーセントなんだって。あとはもうほとんどは近所の人とか家族とか、そういうもう自力とかでやっていくらしいんですよ。だから自衛隊来ると思うな自衛隊です。はい。頼るな自衛隊に。来ると思うな自衛隊。はい。ということで、もうちゃんと自分で備えないといけないんですよっていう話をしたかったです。はい。あとなんかあれもあった気がすっけどな。あれなんだっけな。ちょっと待って、もう一個大事なことを忘れている。あれなんだっけ。郵便番号入れて、何日停電するかのやつ。いっつも忘れるんだよね、あれ。ちょっと待ってよ。これも大事だわ。なんだっけ。あれ、誰か覚えてない？あ、ありがとう、防災ナビ？嘘？え？なんか違う気がする。東京防災ナビ、なんか違う気がする。それ東京備蓄ナビとかぶってない？違う、備蓄ナビじゃなくて、郵便番号入れて、自宅の郵便番号入れて、自分ちのがどんだけ震度が来るか、地震どんだけ最大どんだけの地震が来るか、どんだけ電気が止まるかみたいな、いっつも忘れるんですよ、私これ。なんだっけ？何回もみんなにボイシーで言われてんだけどね。誰か覚えてない？今思い出した。忘れてた。郵便番号入力して、震度とか、あ、あった。はい、地震10秒診断です。覚えやすいようで覚えないんだよね。覚えやすいようで覚えないですね、このウェブサイトの名前は。はい、こちらです。地震10秒診断、これもやってください。これもおすすめです。これは自分の郵便番号を入れます。ちょっと前の家でやりますね、私。前の家のちょっと位置情報やめてくれ。えっと
位置情報で今自宅が出てきちゃった。じゃなくって、前の家。の郵便番号を入れると、こんな風に、30年以内に起こる地震の予測、震度6強、確率11%、こんな感じで、どのくらいの地震が起こるのかっていうのが出てくるんですけど、ここはまあいいとして、これですごいいいなと思ったのが、この下のとこね、停電5日、ガス24日、ほら、断水36日、こんなに止まりますよって、これ最大ね、っていうのがね、出てくるんで、これもいいですよ。で、だから、じゃあ停電は5日するんだ、最大ね、5日停電するんだっていうので、ありがとうひまちゃん。貼ってくれたリンクね。そう、これをやって、こんなに止まるんだっていうのが分かったら、やべってなるじゃないですか。ね、あとこう全壊確率とか出荷の確率とかもあります。木造コンクリート。これ鉄筋コンクリートだったら全壊率7%、出荷0.4%。こんなのも見れます。で、震度6強で今出てきたけど、震度を変えることもできるし、ここからね。震度をもうちょっと、じゃあもうちょっと弱い地震だったらどんくらいの確率かなとか。震度5弱だったらもう99%ですね。起こりましたしね、実際、震度5弱は。数年前に。うん。こういうのもあります。これもめちゃくちゃいいですよ。はい。だから、水ってそんなに止まるんだっていうのが分かるじゃないですか、それで。っていうね、危機感をこれで持ってください。はい。以上、地震10秒診断ですね。はい。そんな感じです。で、マンションに関しては、マンション、アパート、集合住宅に関しては、地震が起こったりとか、で、停電するじゃん。もう台風でも停電するじゃないですか。そしたらもうすぐトイレが止まりますから、トイレすぐ止まるよ。そこ、もう停電は必ず、もう止まるからね、トイレはね。必ずだよね。なんで、トイレのことをちゃんと考えとかないと、もう台風とかで普通にやられちゃいます。はい。ってな感じで、まずだから、ちゃんと自宅にどんなハザードがあるのかを確認して、じゃあ、何が起こったらどうするのか、避難するのか、避難するのか、自宅避難なのか、また別のどっか実家に行くとか、そういうのもあるじゃないですか。ね。どうするのかっていうのを考えた上で、何をどのぐらい用意するのか。さ、ほら、ご家族のさ、あれじゃないですか、なんか、病気があったりとか、アレルギーがあったりとか、好き嫌いがあったりとかで、食事、じゃあどういうのを揃えたらいいかなっていうのもいろいろあるじゃないですか。そういうのか自分家だったらこうしようっていうのを考えて備えてもらって、で、避難するなら避難する、避難しないならしない体で、家に備えるのか、リュックに備えるのか、両方なのかっていうのを考えてもらって、で、っていうね、こんな感じで、まず防災の、まず第一歩的なところをいつもお話ししてるんですが、YouTube でも改めてお話しさせてもらいました。はい。ですね。はい。そうだね、病気だったら常備薬も備えないととかね、そういうのありますね。はい。てな感じで、今私はここら辺に備蓄のものたちをたくさん揃えてるんですが、とりあえずめちゃくちゃ人気なんでトイレだけ最初に紹介しとこうかな。じゃん。これ、楽天ルームに載させてたらバカ売れしまして、今も概要欄にこれだけは貼ってるんですけど、バカ売れしてます。私のアフィリエイトで。買ってください。私のリンクから、どうか。で、買ってください。ね。これね、最近買ったんですよ。めっちゃ良くて、非常用トイレなんですけど、15年保存できます。で、50回分できます。50回分。で、1回で、1人1回で別に、なんか、1人、1回分でさ、子供だったらさ、子供じゃあ全員トイレ行って1回分にしてもいいからさ、結構持ちますよ。50セットあったら。ちょっと計算したけど忘れたけど。で、これは大きさがだいたい横が20センチぐらい、縦が22センチぐらい、で、厚みが15センチぐらいかな。なので、このぐらいのサイズ感。で、見た目も可愛いじゃないですか。だから、いいなと思って、コンパクトだなと思って、50回で15年でこれはすごくない？だから、これおすすめです、一番、私。で、ちょっと中見てみましょうかね。結構買ったよっていう人がたくさんいるんだけど。私もまだちゃんと開けてないんですけど、開けると一応こんな感じになってまして、はい。
で、中に入ってるのが、ぎこ剤50包、排便袋50枚、処理袋兼便座カバー10枚、ポケットティッシュ50枚。で、トイレを使って、トイレを使うタイプのものなんですけど、段ボールの椅子とかついてないよ。で、便座に処理袋、この袋をセットします。で、その袋にかぶせてこの袋をセットします。で、そこにぎこ剤を入れて、ぎこ剤で合ってるよね。1袋入れます。で、そこに排泄します。で、この袋をまたギュッて持ち上げて、黒い袋を持ち上げて、捨てますという感じです。で、袋が、これかな。これが、でティッシュがめっちゃ入ってる。ティッシュが、1、2、3、4、5、50枚って書いてるけど、ポケットティッシュ5個ですね。入ってます。で、今初めて出すんだけどさ。これが、これが、処理袋兼便座カバーですね。これを便座にかぶせるやつ。薄い。で、これが、ぎこ剤。ちょっと待って。凝固剤。私も、もしかして凝固かしらと思ってた。凝固剤ですね。こんくらい。これですね。粉がね、入ってます。はい。これと、これと、だから、これが多分消臭袋になってるんですよ、きっと。ですね。これが入っております。うわで、しかもね、値段もね、そんな高くないんですよ。いくらだったっけ忘れたわ。誰か知ってる忘れた。漢字は書けるのに漢字は読めないっていうね。はい。これが一番、私の防災グッズの中でめちゃくちゃみんながこぞって買っていくってやつですね。で、元に戻らなくなりました。はい。今ね、楽天ルームの方はリンクは、なんか予約になってるらしいけどね、なんかね、早めに届いたって人がいたよ。3960円。ありがとうございます。ちょっと綺麗に戻そう。ティッシュはね、ティッシュは、他にも代わりになるものもあるしっていうの少なめなのかな。1枚じゃ足りないの。はい。こんな感じになってます。開けたらね。いいよね。めっちゃいいよね。コンパクトだし。これだからトイレに1個置いておくだけでいいですよねっていうので、ちょっと最初に紹介させてもらいました。はい。箱も可愛いので。でもね、Amazon で買ったらさ、私 Amazon で買ったんですけどね、これにさ、そのままシール貼られてきてさ、多いって思ったよね。それだけちょっと嫌でした。はい。以上。今何分経ったもう28分か早いね。じゃあ質問答えていきます。はい。使用期限15年。ですよ。ちょっと上からいきますね。自宅避難前提でリュックは捨てた。そうなんですよね。水没地域でしばらくは引っ越せないので、防災リュックというより避難バッグに変えました。なるほどね。いいっすね、重ねるハザードマック。いいでしょ事前に被害想定知っておけば、そもそも防災リュック買わなくていいですもんね。そう、詰め合わせになってる防災リュックって、なんか、いらんもんがたくさん入ってたりするんで、もう、なんかセットで買うとさ、15000円とかするじゃん。下手したら3万とかするじゃん。あれじゃなくても、普通に普段使いのリュックになんか必要なものを詰めるでいいと思うんですよ。なんか買いがちだよね、すぐ。すぐ買おうとするよね、ああいうセットになってるやつ。もう、めんどくせえからこれ買っとけみたいな感じですけど、いらんもんばっか入ってたりとか、むしろ足りなかったりとかするんで、あの、自分で必要なものをちゃんと考えて入れてください。はい、自宅は集合住宅で高層なのですが、水害や土砂災害リスクない地域ないので、自宅避難前提で考えていましたが、集合住宅ならではの上下階からの地震由来の火災発生もあるなと思い、いざという時用のバッグを用意しました。それはね、私もちょっと考える。そうなんだよな。火災もあるもんね。防災リュックやめましたが、貴重品など入った普段使いのカバンをすぐ持ち出せるようにしました。偉い。
南海トラフ、津波が来る県です。うちの地元白でした。知ってました。家がめちゃめちゃ建って少子化のはずが、私の子供時代より児童数が増えて、マンモス校にみんなちゃんと建ててるなと思いました。どういうこと？白でした。あ、ちゃんと安全なところに住んでるってことか。あ、移動してきたんですね。なるほどね。なるほどなるほど。いや、逆にさ、宮崎はさ、海沿いにめっちゃ家が建ってて、ここ10年で。なんで？って思いました。みたいな。うん。そう、水っていくらあってもいいですよね。最低限の必要量が分かっただけで安心する。そうそうそう。で、うちは55リットルなんですけど、これ使ってます。これも Amazon なんだけど、ラベルレス選んだ方がいいよ。全然違うよ、ラベルがあるとないで。全然違う。あと、500ミリ、あれよ、備蓄の水は、私は2リットルよりも500ミリリットルをおすすめしてます。で、なぜかっていうと、2リットルってさ、でかいじゃん。当たり前ですけど、2リットルだとこう飲めないのよ。でさ、家族で兼用できないじゃん。口つけたくないじゃないですか、やっぱり。歯磨きもできないし。だから、1人1本にしておいて、こう飲むみたいなスタイルもできるし、持ち運びやすいから、2リットルのペットボトル備えるよりも、私は500ミリリットルのを備える方がおすすめです。と思いません？水。ね、捨てやすいし、潰しやすいし、持ち運びやすいし、えっと、ね、だからうちだったら家族3人でしょ？ 3 人だから1人1本ずつにするけど、2リットルもさ、飲めないじゃん、1日1人。私は飲めないのよ。飲める人もいるけど、飲めないんですよ。なんかそれをさ、1日こうガーッガーってやるの超大変じゃないですか。だから500ミリリットルを持ってる方が絶対いいですよ。ね、あとなんかこうね、取り回ししやすね。と思ってる。あとラベルレスやっぱ超大事。はい。小さい子供がいると避難所に行くのハードル高いです。自宅避難できる方が気持ち的にもいいですね。そうなんですよ。そうそう、ほんとそう。だから、自宅避難で住むような家を選ぶっていうのも大事ですよね。はい。停電断水がめちゃくちゃ怖い。怖い？備えよう。うん。これ見てガスボンベの必要量を計算しました。あ、待って、ガスボンベ、多分カセットボンベだと思うよ。ガスボンベあれよ。あの、ゴロゴロゴロってプロパンガスの人が転がすやつだよ。カセットボンベだと思うんですけど、カセットボンベは、ちょっと待って、カセットボンベに関しては、これはね、カセットコンロあるんですけど、1台。カセットコンロ1台につき1日4分の3本って書いてあるから、ガスコンロ1台につき1日4分の3本、3人でねって書いてあるから、4分の3ってことは、えっと、まあ、計算クソ苦手なんですけど、1日、ほぼ1日で1本使うような感じの計算ですけど、私前料理カセットコンロでしてたんですけど、やっぱ6本とかでしたね。いくさんもそうだよね。カセットコンロで生活してみたことがあるので、大体なんか朝昼晩使ってたわけじゃない。いや、使ってた。朝昼晩使っても1ヶ月で6本とかだったんで、うちは6本置いてます。3本入りを2つ準備してますね。これちょっと、もしかしたら過剰かもしれない。あるに越したことはないけどね。もし使うのであれば、普段から多めに置いててもいいかもしれないですね。うん。はい。そう、重ねるハザードマップ、東京備蓄ナビ地震10秒診断の3点セット。そうですそうです。ガスと水が1ヶ月止まるかもよ。はい、私は常備薬も備えないとだわ。そうそう、だから病気の人とか、常に飲んでる薬がある人とか、あとさ、コンタクトとかさ、あるじゃん。そういうなんか普段やってる身の回りのものとかも多めに備えておかないと大変ですよ。ね。コンタクトを、ミニマリスト特にさ、すごい少ない量で回したりしてますけど、じゃなくって、じゃあ、これ、1週間、災害来たらどうなるっけって、それがないとやばいみたいになったらどうするみたいなのも、別になくても平気ならいいんですけど、ね、もしコンタクトが足りないとかなっちゃったらさ、眼鏡がないとみたいな。ね、あとさ、これも友達が言ってたんですけど、やっぱ粉塵とかが舞うと、ね、土砂崩れとかさ、水害とかで周りが砂まみれになったりとか、建物崩れたりとかして、もう粉塵がすごい舞うって、そういう時はコンタクトより眼鏡の方がいいよって言ってましたよ。はい。
常備薬忘れてた。かかりつけ医に相談します。うん、しましょうしましょう。私もいつも常に多めに置いてます。地震だってなって避難しない場合、まずすることなんだろうっていつも考えちゃいます。まず断水前に水を貯めるのが正解なんですかね。あ、水はとりあえず出しちゃダメだと思いますよ、多分。これは、まあ、わかんない。場合によるけど、あの、断水はもう多分どうだろうね。もう、場合によるけど、あのね、急いで水を出さなきゃっていうのも、正解とは言い切れなくって、なぜかというと、その排水溝とかさ、あるじゃん、こうマンションとかでこう縦にこう、なんかわかんないけどさ、とにかく他の家と繋がってるわけじゃないですか、水が。それは水が他の家と繋がってるのに、それで水を流しちゃうと排水できなくって、その排水したら下の階でびしょびしょになってたとかっていうこともあるんで、とりあえず命を守って。命を守って。水はもうとりあえず普段から、備えておいて、とりあえず水は流さない。で、確認が取れたら、水流していいよってなったら、水を使っていいって、そう、水を使っていいよって言われたら使ってみたいなことを聞きましたね、私はね。はい。地震重病診断のページで震度5強で調べたら起こる確率100%で出たって。うん、5強ぐらいはすぐ起こるやろ。起こる起こる。はい。前にコラボしてたハンナさんとの備蓄の動画めっちゃ参考になりました。今は引っ越しされたみたいです。そうそうですそうです。引っ越し後もね、なんか発信っていうかしてますよ。ちょいちょい。袋の匂いは大丈夫ですかね？多分さっきの黒い袋が、防臭になってると思うんですよ。だからそれである程度は大丈夫なんじゃないかなと私は思いますが、使ったことはないので分かりません。はい。で、もし気になる人はボスの防臭袋めちゃくちゃいいですね。BOS、ボス、持ってる私今。持ってます、私。これね。これはトイレ用で私は備蓄してたんだけど、トイレを買ったから、今これを生ゴミで消費してるんですよ。ボスの消臭袋。これいいですよ。知ってる人多いと思いますけど。これおむつで私昔使ってましたね。で、もうこれはマジでおむつ入れても全然匂いがしないから、もう確実なのが良ければこれ。あと、おむつ使ってるお子さんがいるとことかはこれ置いといた方がいいかもしれない。何日経っても匂いしないんで。普段使いすると高いからね。あれだけど、もう備蓄の時、そういう、災害の時とかにはめちゃくちゃいいです。で、サイズもいろいろあるし、色もたくさんあるんだけど、私は黒なんですよ。で、これは透ける薄い色を選ぶと。だから、黒にしました。黒が一番おすすめです。貼っときますね、後で、リンク。概要欄に。はい。こんな感じです。おすすめ。はい。はい。待って。まるちゃんだ。まるちゃんだ。嬉しい。まるちゃん。嬉しい嬉しい。やったね。トイレは1人50から100回分あるといいので、楽天ルームから追加おすすめですって。そうねそうね。100回分、これね、計算して私忘れたわ、ちょっと。今言えない。計算してみて。何回するかなって。うちはもう子供しかいないから、もう子供と一緒にすればいいやで、かける3ぐらいになるだろうって思って少なめです。はい。楽天ルームもありがとうございます。待ってね。ちょっと順番がばらけちゃいました。はい。ペットのトイレシート大量にあるからいらないかなと思ったけど、座るところもあるならトイレ買おう。座るところはないですよ。座るところはないよ。だからトイレシートも使えますよ。だから、普通のトイレに、家のトイレにゴミ袋でいいんだよ。ゴミ袋をかけて、ペットシーツ敷いて、で、ゴミ袋をごと回収するっていうのをやればいいんじゃない？座るところはいらんと思うよ。わざわざ別で家にあるんだから。うん。はい。こんにちは。防災とは関係ない質問ですみません。自分の靴下を白で統一しようか悩んでます。白だとくすむの結構早いですか？黒のお洋服が多いので白物がすぐくすんでしまいますが、何か対策をしてますか？いや、してないですね。ほら、綺麗だよ。ほら、綺麗ですよ。特にしてないですけど、私はあんまりくすまないかな。多分化学繊維の服が多いから色落ちしにくいんだと思います。うん。えーっと、楽天からトイレ予約ありがとう。ラベルレスいい。我が家も500ミリ追加した。うん。絶対500の方がいいと思う、マジで。
災害用の食べ物がまずすぎて悩んでます。そう、食べ物の話もしないとね。災害用の食べ物がまずすぎて悩んでます。普段から使えてローリングストックできる食べ物がいいと思って探してますが、手間なく食べられるとなるとカップ麺ばかりになりそう。これもマジで声を大にして言いたいんだけど、カップ麺とか、袋麺とかを備蓄する人がいるんだけど、カップ麺と袋麺意外と賞味期限短いですよ。だから備蓄にならん。もう、ものによるけど、これは長いな、結構。半年ぐらい。これは半年以上ありますね。けど、マジで下手したら3ヶ月のやつとかあるから、私はカップ麺はもう、カップ麺ばっかりバーって備えるのはやめた方がいいと思う。でも、あっていいとは思うんですけど、そればっかりになると栄養も偏るし、あの、賞味期限短いです。マジで。3ヶ月とかで切れちゃう。意外と短いですよ。見てみて、お店行って。なんで、そう、マジで、ちょっと食事の話もしたかったんですけど、マジでみんな安易に缶詰備えすぎなんですよ。マジで、缶詰買えばいいと思ってんじゃん。でも普段缶詰食べないじゃん。焼き鳥の缶詰とかさ、肉ちっさってなるじゃん。私あれすごい嫌いなんだけど、なんかさ、サバ缶も私苦手なんですよ。だからサバ缶は好きな人ね、多いよね。だから、なんか普段から使ってる缶詰ならいいけど、普段使わない、どうやって食べたらいいか分かんないような缶詰をただ単にもう何も考えずに思考停止してバーンって缶詰、備蓄といえば缶詰やろみたいな、備蓄といえばラーメンやろみたいな感じでバーンってなってさ、ラーメンと缶詰しかないですっつって、缶詰味濃い、まずい、美味しくねーっつって、ラーメン賞味期限切れてるみたいになっちゃうじゃん。それになっちゃうんで、マジで超考えてください。ちゃんと考えて備えてほしくて、で、なので、普段使ってるもので、賞味期限が長いもの、飽きずに食べられるものっていうのをいろいろこう選んで買ってるんですが、じゃあうちのおすすめをいきますね。うちのおすすめまず、はい、ツナ。ツナ大好き。ツナ大好き。これは西友、皆さんのお墨付きシリーズのやつです。サニーとか西友とかで売ってます。お墨付きシリーズなんですけど、もう普通にツナ。これは美味しいよね。常温で食べれるし、加熱しても食べれるし、ご飯にも合う、パンにも合う、マヨネーズ、チーズ、何でも合うっていうので、私は大好きなんですよ。あと、卵に入れたりとかも使えるじゃん。ね。お肉の代わりもなるじゃん。だから、いいなと思って、これは結構ね、サバ缶に次いで栄養価が高いらしいので、私はサバ缶苦手で、なぜかというと骨が入ってるから。骨が口の中に当たる感じがすごい好きじゃなくって、で、子供も食べないんで、こっちの方がいいなと思って、これを備えてます。サバ缶苦手な人はおすすめです。これがまず1個目。で、2個目が、これね、最近よく買ってます。これね、今ね、8個ある。これがね、美味しいんですよ、結構。3つの味があって、ミネステローネと、かぼちゃのクリームスープと、ポトフってあって、これ1個200円弱、180円ぐらいなんで、そんなに高くないよね。で、普通にこれをチンしてなんだけど、一応湯煎でもいけたはず。あ、いけるいける。湯煎で5分かレンチン。でも袋これ開けずにこのままレンジ入れて、チンして袋開けてそのまま食えるんで、これ袋ごとビャって切ってこのまま食えるじゃん。だからいいなと思って、しかも美味しいし、2分の1食分の野菜。なのでいいなと思って、子供も食べれるし、これもおすすめです。私のおすすめです。はい。で、あとはね、これだね。はい。これもお墨付きシリーズのカレーですね。カレーは普段めちゃくちゃ食うので、甘口が5個あります。甘口5個。これは、子供2人で1袋でいけます。ご飯を多めにすればね。これがまずあって、これ98円なんですよ。安いんですよ。で、美味しいの。で、あとは、ちょっと、災害時に辛いものはやめた方がいいと思うけど、これがマジで美味しくて、めちゃくちゃ美味しいんですけど、災害時は水を飲んでしまうので、あんまおすすめしないんだけど、好きすぎて、これは備蓄してます。まだお墨付きシリーズ。これは180円ぐらいだったかなと思います。で、あとは他にも、いろんなこうね、めっちゃいろんな味があって、美味しいんですよ、全部。なので、これもおすすめです。はい。好きな味を見つけたい。で、待ってね。あとはね、うちご飯も
米を備蓄する、米と卵を備蓄するっていうので、ご飯の備蓄をやめたんですよね、高いから。で、米を置いておいて、フライパン置いといて、コンロもあるからご飯が炊けるんですよ。だから一応基本ご飯ベースの備蓄をするっていう風に決めてて、だからふりかけもあります。いつも。ふりかけとか海苔とかもあって、あと、これもいいですよ。これもいいかも。孫は優しいふりかけ。これもめっちゃおすすめで、ご飯を主食にする備蓄って考えた時に、やっぱそう、ご飯になんか乗せるとか、ご飯に合うおかずとかそういうので考えた時にふりかけもいいなと思って、野菜が取れなくなっちゃうじゃないですか。えっと、そう、ビタミン不足になりがちなんですよ。だから野菜とか、なんかその、炭水化物とタンパク質以外のその辺を補いたいなと思って探して見つけたのがこれで、孫は優しい、わかりますか？豆、ごま、海苔、ちょっと待って、孫はだから、豆、ごま、わかめ、野菜、魚、椎茸、芋かなっていう意味なんですけど、これだからバランスいい食事ですよっていうので、なんかね、ある言葉ですよね。孫は優しいが入ってる。大豆、ごま、海苔、ほうれん草、エビ、椎茸、山芋が入ってます。こんな感じで。これは賞味期限はね、1年弱ですね、ぐらいあります。で、ちょっと安くはないんだけど、バランスがめちゃくちゃいいのと、味が薄いのがいい。で、本当にさっきも言ったけど、カップラーメンとか缶詰とかって味が濃いので、やっぱ私、ダメなんですよね、味が濃いのって。ずっと食べてると舌がピリピリしてきちゃうから、これ味が薄いので、塩分、ふりかけってさ、こういうのもそうかもしれんけど、ふりかけって塩分過多になりやすいんじゃないかと思ってて、だからこれ結構ね、味がね、控えめなんですよ。だからね、いいんじゃないと思って買ってる。ほら、だって、これさ、塩分相当量ってあるじゃないですか。こっちは31グラムあたり、1袋あたり待って、4グラムですよ。食塩相当量4グラム。でしょ？こっちは100グラムあたり4グラムなんで、3分の1ですね。塩分が。これは3分の1しか入ってない。やっぱ味があんましないし、なんか変な添加物もそんなに入ってないのよ。酸化防止剤ぐらい。なので、いや、これめっちゃいいと思って、これは今2袋あって、はい。これもおすすめです。常にこう、なくなったら増やしてっていう風にしてますね。はい。あとはそんなにないんだけど、こういうのとかもあります。子供が風邪ひいた時用。こういうのもあります。少し。ぐらいですね。ちょっと食事の話、ちょっと先に拾いますね。一星さん、こんにちは。イェイ。小野ちゃん、お久しぶりです。今日も美しい。いや、嬉しい嬉しい。ありがとう。丸だよ。水は備蓄用のものに備蓄されてますか？いや、普通の水です。2025年9月まで。私普段からこれ飲んでるから、あんま賞味期限長い必要ないんですよ。これを飲んでますね。ラベルレスのなんだろうこれ。なんかリンク貼っときます、後で。缶詰、そう、味濃いんですよ。備蓄の食料でアルファマイのやつ試食してみたらクソまずくて参りました。でも試食しておいてよかった。そうなんだよね。普段食べないとさ、味がわかんないんで、普段食べてるやつで気に入ってるもので、いくら食べても飽きないだろうみたいなものをこうやって備えるのがいいですよ。はい。備蓄用の水じゃなくても2025年の11月まで持つみたいなので、これでいいじゃんと思いました。ああ、そうそう、本当に専用じゃなくて全然いいです。はい。ローリングすればね。うん。あとね、米の話をちょっと最初にしとくけど、米を私は備蓄しとこうって思って、いつも常に米がなくならないようにしてるんだけど、米は精米すると賞味期限1ヶ月しか持たないんで、えっと、分かった？ふるさと納税とかでさ、米大量に買う人いるじゃん。賞味期限切れてるっぽいですよ、あれどうやら。1ヶ月しかないんだって、米って。だから、普段からちゃんと切らさないようにしておけばいいんじゃないかなと思います。で、なんだっけ、米ね、あとね、フライパンで炊く方法があるんで、ちょっとこれもまた貼っておきますけど、あ、私が今チャットに貼ればいいんだね。フライパン、ご飯炊く。これ。これを、マスターしてる。私しばらくの間ね、フライパンで米炊いてるシーズンがあって、その時にもう覚えたんですよね。
米の炊き方。だから頭に入ってるからいいけど、今リンク貼りました。これで、これ覚えておくと、知っておくと、フライパンで炊けるんでいいです。ただ、夏場とかは保存が効かないので、そこら辺もちょっと考えなきゃいけないですけど。はい。ですね。あの、コンロとかで、鍋とかで炊く方法を覚えておくといいと思います。米の賞味期限は1ヶ月。精米したら1ヶ月らしいよ。でも、玄米だったら、確かもうちょっと長く持ちなかったかな。はい。えーっと、ツナはタンパク質豊富ね。そう、サバ缶使い終わった後の缶の生臭さが怖くて、備蓄から出しました。そうなんだ。孫は優しい、昨日買いに行った。売ってたかな。私の近所のお墨付きシリーズが品薄になってます。災害が関係してんのかな。そうなんすかね。うちは多分あんま変わってないと思う。なんでしょうね。味の濃いばかりのものだと喉乾きやすい。そうそうそう。だから辛いのとかもあんまり、あれ、持っとかない方がいいですね。ご飯の中では。ちょっと食事の質問を先に拾いますね。で、孫は優しいふりかけ買う。被災生活長くなると栄養を考えるのも大事だね。そう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 。野菜不足どうしようかと思ってました。サプリより食べ物で取れるのが嬉しいので、ふりかけ買います。子供もおにぎりしたら喜びそう。そう、どんくらい取れるかはね、わかんないんだけどね。実際のところは。成分表示にはさ、こういう感じなんで、わかんないじゃん。でもさ、見て、すごくないこのさ、裏見たらさ、こう、食材ばっかりで、これ添加物これだけよ。すごくないですか。しかもここ粒子もさ、こんな感じで。わかる。ちゃんとこう、粒が残ってるよ。まあ、ほぼ海苔だけどな。ほぼ海苔だけどね。けど、まあ、入ってるだけでもいいじゃんって、なんか、乾燥の乾物の野菜とか、乾物のなんかね、切り干し大根とかもね、なんか使いにくいしね、賞味期限が意外と短かったりするんで。はい。サプリもいいと思うけどね。あと野菜ジュースとかもどうなんだろうね。うちは飲まないからな、子供が。備蓄に無印のチョコ羊羹買いました。あ、私もそれ食べてみたいんでちょっと買います。パウチなのかさばらなくていいですねって。そうなの、美味しいですよ、これ本当に。普通に。備蓄用の食品食べたことないやつあるから一回食べてみよう。うん。食べたことあるやつだけ置いといた方がいいよ。で、どこでも買えるやつなんかその専用じゃなくてもわざわざ、あの、防災用とかいう専用だと高くつくんで、もう普段使ってるものを多めにストックしとくでいいんですよ、本当に。カセットボンベ、備蓄してますが、実際災害になったら、ポリ料理めんどくさそうって思ってしまってます。ああ、だからフライパンですればいい。フライパンだから湯煎でできるやつにしとけば、フライパン洗う必要もないじゃないですか。だから、それ、湯煎でできるものの手で考えておけばいいと思いますけどね。備蓄食料何も置いてないですわ。飢え死ぬぞ。ちゃんと用意しときなさい。水だけでも最低限。5年保存の野菜ジュースをとりあえず買ったって。うんうん。いいと思います。初見です。チャンネル登録しました。ポトフ良さそうなので買います。私は砂糖のご飯ローリーしました。ありがとうございます。チャンネル登録嬉しい。高評価をしといて。で、そう、うちも砂糖のご飯ね、ストックしてたんですよ、前。高くてやめちゃったんだけど、それもいいと思いますよ。あれも湯煎いけるしね。うん。無印のチョコ羊羹は井村屋の栄養羹で OK よ。チョコ羊羹だから美味しいのかなと思ったけど、どうなんだろう。常温保存の牛乳買った。なるほど。いいね。あ、豆乳もいいよ。豆乳は最近私買ってなかったけど、豆乳も常温保存できるし、栄養価高いし、賞味期限もまあまあ長いし、で、子供が飲まんけどね、うちは。あとは卵もいいですね。純完全食だし、常温保存できるし、賞味期限長いし、何でも使えるし、いいですね。はい。てな感じで、ちょっとね、飛ばしちゃってた質問をちょっと拾っていきます。すいません。えーと、待って待って。どこだ。ののちゃんが言ってたから、ラベルレスの500を家族5人分買ったよ。ね、いいと思う。うちだったら24本入りを4箱あれば、OK なんで、一応4箱デフォで置いてますが、今3箱しかないね。買わないと。はい。炊飯は炊飯器でやってるから、その分は別に考えてるよ。だって。今日も来れました。嬉しい。ありがとうございます。体拭きシートとかドライシャンプーは何かおすすめありますか？体拭きシートとかドライシャンプー。私これ、でも使ったことないわ、これ。矛盾してますね。これ、メリット、可愛くない？
もう見た目だけ完全に。でもメリットが普段使いしてるから、シャンプーをね。だから匂いが好きで、同じ匂いなんじゃないかなと思って、これを持ってる、1個持ってるのと、これ何回分使いしたかな？使ったことないんだよね。でも使うのもったいないなと思ってさ、買ってないんですよね。これと、まあ、頭はね、洗わなくても死なないからさ、これ1個あればいいかと思って、これで、なんだっけ、ボディ体拭きシートでしょ？これと、これとね、汗拭きシート、無印の汗拭きシート、これは清涼感があるからやっぱ、気分違うよって言われたんで、なるほどと思って1個だけ置いてます。で、あとね、基本のこのウエットティッシュなんですよ、無印の。でもこれ今売ってないね、3個入りは。これ3個入りが2個あります、うち。このウエットティッシュでもう体も何もかも全部拭こうっていう考えで一応置いてますが。これもさ、期限があるんだよね、多分。なんかね、前多分放送かなんかの時に3年ぐらいってなんかなった気がするんだよね、確か。でさ、ほら、書いてる。あ、4年か。なんか調べて4年だって分かって、その時に。製造から4年ぐらいでなんかその期限、一応使用期限来るんじゃなかったかな、確か。ちょっと、まあ、各自調べてもらって。はい。まあ、私はね、おすすめはあんまなくって、見た目で選んじゃうね、こういうのはね。はい、見た目で選んでます。はい。うん、カセットボンベ、あ、そう、カセットボンベも5年か10年かちょっと忘れたけど、期限があるので、ちゃんと期限をこう書いて、保管してください。常備薬普段と違うと便秘になりがちだから酸化マグネシウムも入れておかなきゃ。そうだね、そうだね、確かに。命大事、備えるのも大事だけど、部屋の片付けもしないとね。そう、そうよ、そうよ。物に殺されるからっていうね。なるほど、水はペットボトルで備えるしかないのかって。いや、まあ、なんか台風とかだったらさ、まあ、あらかじめ分かってるからね、お風呂に溜めとくとかはできるけどね。まあ、地震とかはもう、ね、もうしょうがないよね。だからさ、いるよ、たまにその、お風呂に水溜めといて、残り湯溜めといて、次の日洗ってから流してからまたお風呂入ってみたいな。毎日こう常にお湯が溜まってる状態にしてる人もいます。そういうのもあり。私はしないけど、毎日お湯溜めないからね、うちはね。ボスチェックします。そう、これいいですよね。猫のうんちも匂わない。そうなんですよ。全然匂わない。災害時はゴミなかなか捨てられないから、そうそうそう、捨てられないからね。年明けの地震をきっかけに数匹いた熱帯魚を手放しました。近所の大きな専門店に相談したら全員引き取っていただき、元気に展示されてます。水槽周りの地震対策が大変すぎて我が家では対策が厳しいと判断しました。うん、そうなんですよね。本当にさっきもね、出たけど、物がさ、倒れてくるっていう、こう落ちてくるっていうことを、なんで考えないのかね、みんな、物が多い人は。って思ってて、棚がこう、ぶわーって高さがあって、もう物がギャー詰まってる人ってガーって来るじゃん。もうあれ、なんですかね、自殺行為みたいな感じですよね。だから物減らした方がいいのになっていう、思っている。はい。ちょっと待って、この辺は読んだので、野菜ジュース、これ読んだな。オートミールも保存しやすく栄養あっておすすめですが、子供たちは食べないです。そうそうそう、そういうのありますよね。私オートミール食べたことがなくって、ね、一応米で考えてます。備蓄品が日に日に値段上がっていますね。ああ、そうかもしれないですね。今はとりあえず高くしても売れるから、多分高くなっちゃってんじゃないかな。シリアル系とかパスタの素もありかな。えっとね、今、シリが反応しました。シリアルっつったから。あの、いいとは思うんですけど、なんか、なんだろうね、普段使ってるんだったらいいと思うけど、主食はもう1個に絞った方が考えやすいかなと思って、私は1個にしました。米にするか、米と麺ってあってもさ、米のがあって、麺があってってなると、カップラーメンはいいけどさ、米に合うものって考えて、うちは備えてるわけ。で、こっちに麺が入っちゃうと、麺に合う、だからパスタだったらパスタソースとかさ、うどんだったらうどんの味付けとかさ、なんかこう種類が増えちゃうんで、それが嫌でも、じゃあご飯に絞ろうと思って、もう麺の備蓄はカップラーメンだけにして、ご飯にこう、なんか、ね、なんか乗せる系だけって考えて、揃えてます。ポトフは何でも合うしな。はい。液体歯磨きを最近断捨離してしまったんですが、災害中歯磨き関係は考えてますか？ありがとうございます。これめちゃくちゃ大事。めちゃくちゃ大事。このさ、ニョロさんのさ、色合いがさ、ニトリだよね。わかる？アイコンのさ、色合いがニトリですよね。歯磨きめちゃくちゃ大事で、
歯磨きめちゃくちゃ大事なんで、マジ言ってくれてありがとうございますなんですけど、あの、熊本地震の時に、災害関連死っていうのがあって、その二次災害みたいな、なんか地震で直接亡くなった方がいるじゃないですか。じゃなくって、その災害関連死っていう方がのがあって、その災害関連死の確か8割だったかな、ぐらいが、その誤嚥性肺炎、8割嘘かもしれない。ごめん、嘘だったらごめんなさいなんですけど、結構災害関連死の中で多く割合占めてるのがその誤嚥性肺炎ってやつで、その誤嚥性肺炎って何かっていうと、その口の中、このなんか菌がこう肺に入って肺炎を起こしちゃってってやつなんですけど、普段からもあるんだけど、その災害の時は口の中が不衛生になるから、その誤嚥性肺炎っていうのが普段よりも起こりやすくなるらしくて、あと、特にその高齢者の方っていうのは飲み込む能力が衰えてるから、高齢者に特に多いんだけど、やっぱ20代、30代、40代でも増えるらしいんですよ。だから、口の中はめちゃくちゃ衛生的にしょうがないとマジで死ぬ。って分かった？だから、歯磨きはちゃんとしてください。私はこれを置いてます。だから、誤嚥性肺炎、マジで死ぬので、災害関連死として本当に死ぬので、マジで気をつけて欲しくって、歯ブラシはあるじゃないですか、普段使ってるのが。この歯ブラシで、歯磨き粉はあるでしょ？歯ブラシと歯磨き粉普段使いのがあるから、それで磨く。で、うがいができないから水がなくって、これを置いてるんですけど、これ小中学生におすすめって書いてるんですよ。だったら、私も使えるじゃん。使ったことないから何とも言えないんですけど、小中学生におすすめだったら、うちの子どんどんやっぱ年取ってくるんで、やっぱ甘いやつとか置いてても、地震来た頃にはさ、使わなかったってなっちゃうかもしれないと思って、とりあえずこれを置いてるんですが、子供でも使えるよってやつ、大人でも使えるじゃん、そしたら。で、これを辛くないミント風味、これで、うがいをするようにします。だから、普通に歯ブラシと歯磨き粉を使ってガーってこすって、うち電動だったわ。電動でもいいわ、もうこのままこすれるじゃん。ガーってやって、で、これでうがいするっていう風に考えてます。ここだけはマジで絶対やって。これと、あと、下のケアもちゃんとしてね。じゃないと感染症とかなって本当に下手したら死ぬんで、あの、マジで気をつけてください、本当に。はい。だから、誤嚥性肺炎マジ気をつけてください。はい。紙皿とか紙コップって備蓄として用意されてますか？これうちしてなくって、なぜかっていうと、このまま食えるじゃん。だからです。これとラップ、さっき質問にも来てますけど、ラップ備蓄しますかって来てますけど、ラップとこれを使って、もうそのまま食えばお皿いらないじゃんと思って手放しました。で、コップも、だからペットボトルが小さければ紙コップもいらないんじゃないかと思って手放したんですよ。これをそのまま食べようっていうのと、あとこれもう袋のまま食えるじゃん。ご飯突っ込めば。ね。で、ラップがあれば、ラップをお皿代わりにすればいいし、お皿にラップを敷いて使えばいいから、じゃあいらんなと思って、手放しましたね。紙皿、紙コップ系は結構場所も取るから手放しちゃったんですが、いや、それでいいと思いますけどね。でもラップはだから50メートルのやつを1本ちゃんと置いてます。今はちょっと使っちゃってるけど、普通にクレラップの50メートルを置いてます。はい。コメントやっとできた。防災で冬よくお勧めされてますが、うちも倒壊不安あるので用意しました。常に身につけとかないと意味ないですよね。とりあえずテーブルの足にセットしておきましたが、笛用意する人はみんな身につけてる。確かにそうだね。笛を用意する人はみんな身につけてるんですかね。どうなんだろう。私は枕元に置いとけばいいんじゃないかなと思いますけどね。だから枕元というか、その避難リュック、それをもう丸ごと枕元とかに近くに置いておいて、で、そのすぐ出せるポケットとかあるじゃん。あの辺に入れておけばいいんじゃないかなと思いますけどね。どうでしょう。あとはスマホでもできるじゃん。同じようなことは。スマホ置いとくとか、とりあえず。はい。地震は冬が多いと聞いたことがあり、寒さ対策は結構してますが、夏の対策って何かあったら教えてください。そうなんですか？夏の対策いや、あんまないんすよね。これぐらいしか。汗拭きシートぐらいしかしてなくって、あんま暑さでどうこうみたいなんがね、うーん、ほんとはやった方がいいんだろうけどね、なんかこう首に巻くやつとかあるじゃん。やめたんですよね、結局。うん。あんまり暑さは考えてない。考えた方がいいんかもしれんけど、最低限でいいかなと思って。だな。これは話が尽きない。ほんとよ。あなたのビデオがほんとに好きです。ミニマリズムにとても役立ちました。
なんか翻訳したみたいな。これは、打ったのかな、日本語で。ありがとうございます。嬉しいけど、翻訳したのかな？ありがとうございます。ええ、防災ポーチにはつけてるんだけど、家では首に下げてるのかなって。下げないね、下げない下げない。下げたらいいと思うけど、下げないよね。すぐ取れる場所にあればそれでいいんじゃないかなと思うけどな。ハンナがめっちゃ備蓄してるマウスウォッシュ買った。ああ、いい。あ、リステリンかな？私リステリンはちょっと苦手だったわ。味が濃くて。あ、質問です。下着類はどうしたらいいでしょうか？うちはとりあえず介護用パンツでなんとかしようと思ってます。それは、うちはこれで考えてます。織物シート。良くないですか？で、なんだろうな。あとね、これ。使い捨てビデ。ね、これ普通に売ってんじゃん、ピンクのやつ。あれをもう箱から出してんだけど、場所取るから。箱から出してんですけど、この使い捨てのビデと、これですね。だから下着変えられないから、これ変えれば十分なんじゃないかと思って。だって汚れるのはそこだけじゃん。ここだけじゃん。だから、あとナプキンとかもありますけど、これをだから取り替えるっていう風にすれば、一応下着としてはもう、これで十分なんじゃないかなと思ってますけどね。パンツはね。パンツはね、これでいいんじゃないかなと思ってて、で、一応本当に洗えないと嫌だなみたいな、生理中だったらとかたまらんからビデも置いてます。だから、口腔ケアと舌のそのケアはですね、した方がいいと思ってて、直接こう体に入ってきちゃうんで、不衛生にしてると。だからもう感染症とかさ、なっちゃうじゃん。だから、本当にここだけはちゃんとしようと思って置いてます。逆さまね。はい。とか、使い捨てのパンツとかもあるんで、100均にこう圧縮されてるやつ、そういうのもいいと思います。うん。なるほど、うがい薬か顔、うん、うがい、もうマジで、うがい、歯磨きはマジで気をつけた方がいいと思います。糸ようじも買いました。糸ようじもね、いいですね。普段使ってるのがあればそれでもいいかなって気もしますけど。はい、衛生面大事ですね。ためになります。そうなんですよ。この液体歯磨きピリピリ辛すぎなくて美味しいです。あ、本当？良かった。良かった良かった。ポトフとかカレーはどのぐらいの量を常備しますか？いや、量はね、実はあんま考えてなくて、最近は。ぶっちゃけ。さっき見せた量しかないです。だからね、今足りないからちょっと足さなきゃなって思ってるところ。米があるからね。米があれば、いいかな、7日分って考えたら、米は7日分あるんで全然。で、これプラスこれがあれば、7日ぐらいは持つかなみたいな。あと冷蔵庫の中身もあるんで、っていう感じで、もう本当にこんな感じ。この箱に入れてます。ごちゃごちゃするんで。フェイスブレッドの箱。これと、これしかないですよ。今。これだけしかない。あと冷蔵庫の中身。みたいな。うん。女性の場合は織物シートがあれば衛生的にいいかな。菌で膀胱炎になると聞いたけど、そうなんよ。だから織物シートね、とビデと、あと、だからウエットティッシュとかでもいいと思いますけどね。去年の夏の暑さがやばくて、冷房が使えなくなったら恐ろしい。でも普段使わないサーキュレーターさえ買いたくない。そうなんだよね。わかる。本当にそうなんだよね。夏どうすっかなって思いながら、私も悩みますね。悩みますよね、本当に。でも買わないよね。ね。ね。買わないよね。でもね、そんな冷房がなくても私大丈夫だと思ってんだよね。そんなに。水は絶対いるよね、だから。水は絶対いるけど、うーん、そう、お住まいの地域にもあるからな。宮崎だったら無理だけど、福岡は大丈夫かなと思ってんな。待って待って。スキンケアに関する推奨事項、なんだろう。翻訳してるのかな、これ。やっぱり翻訳してるのかな。と、質問がたどり着いたんで、ちょっと他のも紹介していきますね。ライブ後、避難リュックに入れます。ぜひぜひ。で、あと他にも用意してるものをちょっとね、紹介します、じゃあ。電池。これ、ダイソー。はみ出てる、電池。で、電池でしょ。で、あとは、割り箸。これも数数えて、バーってあったんだけど、数数えて7日分で一応、置いてますね。スプーンも、これも置いてます。で、
とは、粉塵マスクね。これが意外と私いるかなと思って。粉塵用のマスク。私マジでそんな無理でそういうなんか、外からのやつが。だからこれも一応置いてますね。19時間まで経って。もう置いてる。結構重要度高め、私的には。だから、これを、さっきから紹介してるやつをね、まあ一通りもう一回言う？ゴミ袋でしょ？で、電池がこんぐらいあって、電池はもうざっくりですね。計算してもな、みたいな。これで、あと、ビデと売り物シートでしょ？これ使用期限をここに書いてますね。びっくりした。2026年まで。はい、です。これはパンツの代わり。で、汗拭きシートと、ウェットティッシュが、これは足りないような気がするな。で、あとはこれと、うがい薬、マウスウォッシュと、これ、粉塵マスクと、メリットと、スプーン箸ですね。これを、この袋に入れてる。無印の。もうこれ売ってないんだっけ？どうだっけ？もう売ってるんだっけ？一回なんか、販売終わったよね。もう終わったままかもしらん。これをね、入れて、ちょっと入れますね。やっぱ見た目も大事よ、私的には。めちゃくちゃ。見た目はめちゃくちゃ大事。こうなんかごちゃごちゃして起きたくないもん、そんなの。だから見た目もすっきりさせるのすごい私的には大事でございまして。ということで、あった。これも入れ忘れた今。入れ忘れたから。はい。こんな感じで一応入れて、これを天袋に置いてます。天井の畳の部屋の天袋っていうのかな。なんて言うんだっけ、あそこに置いてます。これ。こんな感じですね。はい。で、あとは、ごめん、広告ね。ごめん。少なくしてんだけどね。ちょっと気づいたときに私が止めますね。はい。これ、ヘルメットです。ヘルメットはこれを使ってます。折りたたみ。これも後でリンク貼っておきますけど、折りたたみなんですよ。こうね、下から、こんな感じで。ってすると、伸びますね。で、直すときがね、いつも何だったっけってなるんだけど。直すときがいつも忘れちゃうんですけど、これを、普通にこれですね。できた。はい。ここまでいくんや。はい。これです。かぶろうか。かぶってくれって誰か言ってたんで。これがね、2個しかなくってね、もう1個買わんといかんね、そういえば。どうなってんだ、一体これは。全然防災できてない。どうなってんの、これは。あれどうするんだっけ？全然備えられてない説。子供にサイズ調整してるんだ、多分これ。でかい。ちっせ。子供に合わせたんです、多分ここ。調整してるわ。はい、もう1個買っとけます。こんな感じになってます、一応。渋さんにプレゼントはしてないよ。うちで見て、これいいですねって言って買ってた。はい。お子ちゃんたちの通学時に何か持たせてますか？小銭とか。いや、家近いんで、特に何も持たせてないです。GPS と鍵だけ。電池はね、懐中電灯があるので、それに使います。あと、ラジオ。7日間結構なボリュームになりますね。防災にかけるスペースを作らねば。そんなにないけんな。
リュック一つのくらいのスペースで OK 的な意識を変えるべしですね。なんかあれもこれも貯めるんじゃなくても、最低限これがあればいいやろっていうので、私は結構減らしてるんですけど、まあ、食品とかも入れたらね、すごい量だけど。はい。終わったら買うものすぐメモしよう。男の人は下着変えなくても多少は大丈夫なのかな、男児がいるから悩みます。ねえ、そう、男の子わかんねえけど、大丈夫じゃないかな。ウエットティッシュでいこうかなと思ってる。スマホの充電、おのちゃんは停電時どうするの？ちょっと待ってね。うちにはこちらがありまして、ポタ電が。ここにシガーソケット。シガーソケットいらんけどな。ここに挿すやつ一応持ってるんで、これ USB、USB、USB-C でここコンセントなんで、一応これでいけるはずです。57,600です。ミリアンペアなんで、モバイルバッテリー5回分、6回分ぐらいですね。これがあります。もらったやつなんでよくわかんないです。はい。モバイルバッテリーは持ってないです。ちなみに。これをします。あと、手回し充電ラジオもあります。すぐに持ち出せるようにしておくの大事ですね。うちに誰ものチェックして買い足します。災害のプロの方の発信をよく見ますが、マキシマリストまっしぐらになりそうで、小野さんの考え方が実用性があって参考になります。そうだね。あれもこれも備えるのではなくて、これは絶対いる。あれも絶対いる。これはまあこれでなんとかしようで、ちゃんと考えた上で減らすんだったらいいと思います。どこに置くか悩みどころ、家族多すぎて量もあるんですよね。玄関か室内部屋か室外物置か。まあ、何を置くかですよね。だから、普段使いするんだったら普段使いする場所に置いて、避難するんだったら避難できるように、なんかすぐ一番その可能性が高い、例えば寝室とかそういうとこに置くで、まあ、滅多に使わないんだったらもう倉庫とかでもいいと思いますけど、そう、どこに置いたら使いやすいかを考えた方がいいと思いますよ。うん。懐中電灯やラジオは無印ですか？待ってね。はい、無印です。これです。これちっちゃい方かな。これがいいのは、置いて電灯代わりになるのと、あの、電池の数をね、変えられるんですよ、これ。こんな感じなんだけど、炭酸2個と単4 2個入ってるんですけど、これね、めっちゃいいのが、これでも使える。1でも使えるの多分ね。何個でも使えるんじゃなかったかな、確か。電池の数が関係ないんですよ。まあ、それなりにやっぱ、出力は変わるんだろうけど、1個でも使えるんじゃなかったかな、確か。やってみましょうか。いけますね。電池の数が何個でも大丈夫っていう。で、単3でも単4でもいけるっていうのがすげえと思って、これを一応置いてますね。いいよね。どっちかわかんなくなっちゃった。こっちだったっけ？全部こっちだったっけ？わからんだった。全部こうかな。置いて使えるのと電池がこう、ミックスで使えるのがいいですよね。無印です。これ大と小があって小の方です。このサイズ。はい。で、これは手回し充電ラジオなんですけど、無印の。なんかね、手回しはやっぱ良くないよって、だるいよってよく聞きます。けど、一応電池でも使えるので、これね、電池でも使えるし、これも確か1個じゃなく3個じゃなくてもよかったんじゃなかったかな。ちょっと曖昧ですね。あ、ほら。確かね、これ、電池の数、変えられるだったはず。確かね。多分ね。で、一応ここに USB の端子があって、電池があって、アンテナあって、ここ手回しですね。これです。
回すのクソめんどくさいらしくて、回すやつじゃなくてもよかったなとは思ってますが。はい。子供が暇でやってくれるかもしれないです。ん？で、あとはイヤホンジャックもついてるのかな？これイヤホンジャックですよね。イヤホン使わんけどな。で、電源。粉塵マスクはね、ホームセンターで買いました。つかない。あ、電池入ってないもんね。つかない。はい。はい。災害時のスマホ充電に乾電池で充電できるやつ買いましたよ。炭酸、単4どちらでもいけるやつっていうのもありますね。ていうか、これもそうですね。これも炭酸でも、多分炭酸、単4、わかんねえよ。これ炭酸か。これ炭酸だけど、うちはあれがあるんで、いろいろありますね。こちらの GPS はボットトークってやつを使ってます。上の子はもう警察に位置提供できる無料のやつを持たせてるだけで、私からは見れないですね。置ける懐中電灯、電池数変えられるのいいですね。そうなんですよ。無印の懐中電灯すごい。そうなんですよ。いいんですよ。おすすめ。だいぶ間に合って嬉しいです。ありがとうございます。懐中電灯に電池は入れっぱなしにしてますか？私は大きい地震があった時はブレーカーが落ちるように設定しているのですが、逃げる時懐中電灯に電池を入れてる余裕がなさそう。でも電池を入れっぱなしも液漏れがあってよくないですからね。確かにわかる。液漏れしますよね。でもうち入れっぱなししてますね。スマホがあるから、スマホでいいんじゃないですかね、とりあえずは。うん。で、落ち着いてから使うでもいいと思いますけどね。防水機能はないか、防水はないんじゃない？わかんないけど、でもちょっとやそっと濡れたぐらいじゃ大丈夫そうですけどね。うーん。懐中電灯いいですね。取り入れてみます。うん。小野ちゃんが持ってるとどれも素敵に見えて欲しくなる。あ、買え買え。粉塵マスクはね、ホームセンターですね。はい、決めました。無印良品行きます。懐中電灯買います。はい。ラジオと懐中電灯同じの買えます。デザインもいいですね。うん、見た目がね、私結構大事なんで、懐中電灯はでもね、手回しじゃなくてもいいと思う、本当に。いいと思います。手回し自体はお勧めしない。これは可愛いけど、見た目はいいけど。ね。見た目がでも私は大事なんですよ、本当に。置きたくなくなっちゃうんで、嫌なの、ダサいのをね。はい。よし、じゃあ、追いつきましたね。一応追いつきましたけど、大丈夫ですか？あとは。ちょうどいい時間ですね。うん、そう、すぐ必要な時はスマホのライトいいですね、ですよね。そう。あとはなければ終わりにしたいと思いますが、あとは何かあったかな、私を。わかんない。だな。とりあえず、物減らしてもらって、安全な環境を作ってもらって、で、ちゃんと何に備えるのかっていうところを考えて、どんな準備が必要なのかっていうのを考えて、じゃあこういう時はどうする、こういう時はどうするっていろんなシミュレーションして、本当はね、実験までするのが一番いいんだけどね、シミュレーションしてもらって、で、実際備えてもらって、って感じでいきたいと思います。スパチャーありがとうございます。ゆかおさん。イエーイ。嬉しい。ありがとうございます。ライブ配信での最初のスーパーをお祝いしましょうってなんだろう。お疲れ様でした的なあれかな。やってみたかったの。ありがとうございます。大事にします。はい。じゃあ終わりにしましょうかね。じゃあサムネタイムで。サムネタイム行きましょうか。何にしようかな。これもどうか。ヘルメットはちょっとサイズ調整しちゃってるんでダメだったわ。何がいい？サムネ大会です。サムネ大会。でもやっぱヘルメットいるか。やっぱいるか。やっぱいるか、ヘルメット。どうしようかな。どうやってサイズ調整したんだろう覚えてないんですけど、これ。これかな。サムネタイムこの時間好きです。ヘルメットが良かった。ヘルメット行ってみましょう、じゃあ。しょうがないな、もう。しょうがないね。ちょっと待って、これ、マジどうやって動かすんだあれ
ヘルメットかぶって懐中電灯持つ。ちょっと待って、動かないのよ、マジで。ねえ、動かない。もう一個の方持ってこようか。ちょっと待ってよ。ちょっとついでに靴これ直すわ、もうね。あ、直しダメだ。よいしょいいな、こういうリアルがあって。わかるわかる。楽しいよね。あ、こっちの方がゆるいわ。なんでいや、入らんて。入らんって、マジで。全然防災できてない私。どういうオチだよ、本当にっていうね。ちょっと待って、調べます。なんでわかんないんだよ。これどこのだろう。いざのって書いてある。いざの。お腹すいた。調整。あった、取説。あ、待って。動画出てきた。待ってよ。いや、だから、なんかもう戻んないのよ、これがもう。こうさ、こっちに行っちゃって、こっちに戻んないわけ。今、調整方法って出たのは逆向きだった。こっちは動くけど、こっちじゃないのよ、私が動きしてるのは。しまっちゃった。どうしよう。なんでよ。そんな不可逆とかないよね、多分。知らない知らない誰か。知らないよね。なんか、あれやん、もうこれ、あれやん。戻れないやつやん、これ。こうしないといけないのかな。ちょっと待ってよ、なんか。はい。できました。できたけど、できすぎた。傷がついたわ。こう隙間を開けたらいけましたね。こっちやったっけちげえな。こうか。ねえ、でかくないこれ。じゃあ、お紐をつけて、ねじれてますね。で、ここにあるんで、これをね、引っ張るんだって。ここをピッて。変だろ。絶対変だろ、これ。
これ変じゃない？ちょっとヤンキーっぽくちょっとここ外しとくか。顎紐つけなーっつって。これでいいの？これダメか。やっぱこうやっぱつけないとダメなんだ。台風の時の窓ガラスの対策、対策してないです、うち。あんま意味ないんだってね、あれね。あとね、結構高層階だったら飛んでこないらしいですよ、物って。だから結構上の階に行くと物飛んでこないから、雨戸がないんだって。2個、無理。私首に物当たるの無理なのよ。これ嫌だ。何しようか。あともう1個。もう1個何しようか。何がいいかな。やっぱラジオかな。水かな。何かな。何がいいと思う？めっちゃ褒められてるけど、ありがとう。頑張れ頑張れ、おのちゃん。最後までいっちゃう。ちょっと待って。めっちゃ、どんだけ喋ったの君たち。サムネタイム。めちゃくちゃ勉強になりました。足りないものを買い足します。ヘルメット来た。さっきので可愛かったよ。ヘルメットかぶって懐中電灯を回すとか、ファンサ、手回しラジオめっちゃ回すとか、いいね、それね。無印言ったばっかだけど、またサムネでヘルメット分かりやすい。一挙手一投足が可愛い。困るおのちゃんはね、美人なのに可愛い、こういうとこ好き。おでこも綺麗。頑張れ頑張れ。めっちゃ実況中継されてたんですね。はい。諦めましょう、読むのは。ヘルメット界1可愛い。手乗りトイレ。なるほど。ちょっと待って。ラジオね。じゃあ、待ってて。待っててよ。ここの毛がないからさ。この毛がないじゃん。だから、ちょっとこうなってるからバランスが悪い。だからといって毛を出したところでやろう？出した方がいいか。いつもコメント見てる専門なのですが、防災の話題に熱くなってしまいました。ありがとうございました。ありがとうございます。コメントしてよ。コメントしてよ。こっちの方がバランスいいね、やっぱね。はい。懐中電灯が映画監督のメガホン。ごめん、なんかハートにかぶって見えないのよ。ツボ。これでいいかな。照らす照らすどうしようか。とか。違うか。電話じゃないもん。しもしものやつやん。回すって言ってたね。これでいいかな。メガホンか。笑ってる。おかげで充電できますわ、つって。顎の下からね、光ってる。顎の下からあれ、これちょっと明るいからあんまわからんな。ダメですよ、もう。目が。叩いてかぶってじゃんけんぽん。ツインテールなんでだよ。じゃあ、こんだけ取ればもう大丈夫やろ。取ればっていうか、これ後からスクショ取ってサムネにするんで。ね。それいい？本当？適当だろ、あんたたち。はい。この辺が無難に採用されそうな気がします。見て、このさ、口角が私こっちが下がるんですよ。ね。これ分かんなくて自分では自覚なくてね、ここをマッサージすると治るらしい。こうやって。こことここ。ここね、今ここにあるから見たいんだけど。すると、治ってねえし。治ってねえし。ね。こっちが下がるの。あと鼻がこっちに曲がってんの、ちょっと。爆笑すな。
懐中電灯を照らしてたのが良かった。これ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 いいね、でも。これですか？今日は切羽詰まった顔で、マッサマッサージね、はい。マッサージわかんないから、ほら、ボイシー聞いてる人がわかんないから、マッサージをこれね、わかんない人に説明すると、うちのお母さんね、伸ばす棒がさ、全部さ、これなのよ。でさ、見せれるかな？どれか。ヘルメットをったままですが。うちの母ちゃんのね、LINE じゃなくて、マッサージメッセージなんですけど、メッセージなんですけどね、個人情報が含まれちゃう。面白いよ。面白いね、これ。面白いね、これ。うちの母ちゃんの、うちの母の、あの、SMS、ショートメールね。首が嫌だ。あの、こんな感じなんですよ。見て。デイサービス。デイサービス、これなんですよ、全部。しかも半角なの、なんか知らんけど、そう、メッセージ、マッサージ、デイサービス。デイサービスなのよ。よくない？これ。なんでこれなんだろう、ずっと。でもね、みんなにこれさっきボイシーでこの話してたら、いや、これ打つ方が難しいわみたいな、なって。即変換出てくるじゃん、サービスって。ね。そうそう。あと、ちっちゃい「つ」が全部、シャツって書いたらさ、シャツって書いたら、「つ」がちっちゃい「つ」が全部ちっちゃい「つ」なんですよ。だから T シャツも T シャってなるんですよ。T シャ着るみたいな、なってんすよ。もうそう合わせ技で来られると、笑っちゃうね、やっぱね。もう毎回必ずデイサービスなんで、デイサービスみたいになってるんで。そう、T シャツ、デイサービスなのでね、そう、メッセージ。なので、はい、面白いですっていう話をしてたんですよね。そう、タイムリーでしたね。はい。なんか狙ってるみたい。その顔。何でもやってくれる小野ちゃん。すごくいい。マッサージね。そう、お茶目なママ、無意識。そう。お茶目っていうか、なんでしょうね。あ、入らない。いや、もうそう。でね、私いつも、ボイシーでさ、ね、YouTube しか見てない人は分かんないと思うけど、ボイシーがさ、すごい日常の垂れ流しなんですよね。こんな最初から最後までテーマに沿って話とかやんないわけですよ、普段。だから多分 YouTube ライブもそのうちそんな感じになっちゃうんじゃないかなと思ってます。ね。まあ、そのうちこうなんかご飯食べ出すかもしれんし、ね、リール作り出すかもしれんし、ね、って感じになっちゃうと思いますが、まあ、それもそれでいいじゃないですか。ね。はい。じゃあ終わりましょうか。1時間38分。はい、今更ですけど、高評価もう一回押しといて。もう一回押しといて、高評価。頼む。お願い。もう一回押しといて。今62人だから。今165人中62人しか100人押してないから頼む。ほら、早く。早く。早く押して。早く押して、高評価。ほら、早く押して。ほら、終わるよ。ほら。次のお題は何ですか？次のお題どうしようか。何にしようね。次のお題。あ、でもなんか物減らしをちょっとね、10人も押してくれた。ありがとうございます。まあ、やらせといてお礼は大したこと言わないっていうね、すいません。ちゃんと物減らしの話しようかなと思って、次は。思ってるよ。ね。間に合った、押しました。ありがとう。高評価どこにあるの？わかんないのよ。こっちから見ればいいか。チャットを閉じて、これじゃん、これ。これ。アイコンの下にあるじゃん。44って私見えてるわ。そこ。
ありがとう。ありがとう。85になった。ありがとう。あ、でもいなくなった10人ぐらい。ふざけんなっつって。いなくなったわ。うん、はい。ご飯食べてほしい。今日はちょっとやめとくけど、そのうち多分食べ出すと思うよ。楽しみにしといて。子育てしながら、ボイシーいつも聞いてます。ありがとうございます。子育てしながら。押した押したっつって、照らす。はい、間に合って押しました。グッドボタンありがとう。ありがとう、ありがとう。いいね、どこ押してありがとうございます。よし、じゃあ終わろっかな。いいですか？白靴下どこのですか？靴下屋のやつ。靴下屋のやつでね、ちょっと待って。ノートのさ、これ今見えてる？ちょっと待ってよ。ノートのさ、持ち物リストに書いてるけど、これ無料のところか。有料のところに書いてるか。靴下屋の 2way ルーズソックスってやつ。リンクあるから貼りますよ。これ。はい。取り調べ。はい。よし。じゃあ終わろうかな。まあ、YouTube にはね、ちょっと私の本当の姿はちょっと徐々に出していこうかなと思いますが。はい。すぐ汚れないですか？いや、汚れないけどな。汚れてはいるけど。いや、さすがに靴下の裏はちょっと見せられんわな。汚れてるけど、大して、そんな、私結構持つよ。穴が開く方が早いもん。靴が汚れてんじゃない？部屋が汚れてんじゃない？違う？違うか。そんな汚れんけどな。はい。じゃあ終わりにしましょうか。はい。じゃあこの後は、ボイシープレミアム放送で、アフタートークします。はーい。じゃあ、皆さん備えましょう。ちゃんとね、これを機に備えてもらって、最低限でいいので備えてもらって、無事生き延びてください。後悔しないように。本当にさ、この間もう震災3日後、2日後ぐらいにさ、水が足りない、食事が足りないってさ、いや、備えとけって話ですよ、本当ね。はい。なので、皆さんはちゃんと備えましょう。はい。じゃあ終わりにします。プレミアムでまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。閉じるよー。ほいほいほい。